はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第4回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している人向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話します。おいしいお茶を飲みながら、おいしいお菓子を食べながら、のんびりしてリラックスした雰囲気で話をします。YouTube の他に Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。通勤・通学途中の方はぜひポッドキャストから聞いてみてください。YouTube の方は日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。字を見ながら聞きたい方はぜひ YouTube から動画を見てみてください。それでは早速始めましょう。まずは今日のお茶とお菓子を紹介します。こちらのお茶は加賀棒茶というお茶です。こちらのお茶です。加賀というのは石川県の昔の名前です。今でもこの加賀という名前が商品などによく使われます。その加賀棒茶です。この中のお茶がどんなお茶かちょっと茶葉を見せますね。日本でよく売られている緑茶は、お茶の葉っぱを使ったものですが、棒茶はこのようにちょっと棒のような形をしてますよね。一本一本。これはお茶の茎の部分です。で、これを棒茶と言います。この加賀棒茶は私の夫の家族がすごく好きで、いつもね買って送ってきてくれるんです。なので私の家には常にこの加賀棒茶があります。よく家で飲んでいるお茶です。なのでもう残り少なくなってきましたね。この袋も3分の1ぐらいもう飲みました。はい、石川県のお茶です。そしてこれから食べるお菓子はこちらです。能登の芋という名前のお菓子です。このお菓子は今回私初めて食べます。能登というのは石川県の日本海側にある能登半島のあの辺りを指します。その石川県の能登の地域のお菓子です。能登は芋が有名らしいですね。それでこれはその芋を使ったお菓子。ただ中は全部芋ではなくていろいろな材料を混ぜて作っているみたいです。ちょっと開けてみましょう。また開けてみるとこのような感じ。さつまいものような形ですね。外がねなんかちょっと焼いた焼き芋みたいなこういう形になっていますね。はい、中はどうなんでしょうね。ちょっと割ってみましょう。はい、ちょっと切ってみました。中にあんが入っています。そしてどうもこのねちょっと筋のようなもの、さつまいもの筋に見えるようなものは昆布だそうです。薄い昆布。ちょっと食べてみましょう。いい香り。なんかシナモンみたいな香りがします。美味しい。この中のあんがすごくしっとりしています。今この材料を見たところ、材料は生あん、砂糖、小麦粉、卵、水飴、ニッキ。ニッキというのはシナモンのような感じのものですね。ニッキとシナモン同じかな。はい。そして砂糖、さつまいもなどなどですね。なのでこのお菓子ね、形はさつまいものような形ですが、味は、そこまでさつまいもが強くないですね。むしろこのあん、白あんの甘さと、そしてニッキの香りがすごく強いです。そして甘さも結構あるので、こういう棒茶のようなね、ちょっと渋みがあるようなお茶にすごく合います。これコーヒーと一緒に食べても美味しいんじゃないかなと思います。あとはもし緑茶だったらちょっと濃いめに出した緑茶とかすごく合いそうですね。美味しいです。美味しいしちょっと形も可愛いですね。ミニさつまいもっていう感じですね。お茶も美味しいです。お茶はね私これ本当に普段からよく飲んでるので飲み慣れた味という感じです。
それでは今日の話をしましょう。今日のテーマはこのお茶とお菓子から想像できるかと思いますが、テーマは石川県です。石川県って皆さん行ったことありますか？石川県は日本の北陸地方にあります。東京から新幹線で行くこともできます。実は先週週末に私は石川県へ行ってきました。それでそこでいろいろ見たり聞いたり感じたりしたことがあるので、今日はその石川県について話をしようと思います。石川県は江戸時代に加賀藩と呼ばれていた地域でした。なのでさっき見せたこのお茶の名前は加賀棒茶ですね。この加賀という名前が使われています。他にもこの加賀という名前が残っているものとしては、例えば着物の染めの技術の加賀友禅とか、また野菜の加賀野菜とか、そういった工芸品とか食べ物とか、そういったものに加賀という名前がよく使われます。その加賀藩は江戸時代にこの日本の全国の中でも特に財力がある藩でした。財力というのはお金がたくさんある、経済がとても豊かな、そういった場所ですね。そしてそのことを加賀百万石と言いました。加賀は石川県の以前の名前ですね。加賀藩の加賀です。百万石というのは数字の10万、100万の100万と石という漢字を使って百万石と読みます。この単位は特に江戸時代に使われました。江戸時代には日本の全国はそれぞれ藩と呼ばれる地域に分けられていました。そしてそれぞれの地域がどれぐらい経済力があるのか、どれぐらいお金があるのか、財産があるのかというのを分かりやすく表すために、この国または国と読むこの単位が使われました。なので1国、2国、そして50国、1万石、100万石という感じで使います。前に数字を入れて使います。でこの国というのは基本的にはこの土地でどれぐらいの米が作れるのかということを表します。米がたくさん作れるということは、たくさんの人がそこで生きていけるということになります。なのでその土地はすごく豊かで財力があるということの表れにもなります。実際には米だけではなくて、その土地とか屋敷、家とかそういったものも特別な計算方法でこの米の生産力を表す単位国に変換しました。で、簡単に言うと100万石というのはすごく発展している、すごく財力がある、すごく豊かな場所です。なのでそのように非常に豊かな場所だったので、大名たちが住む屋敷とか庭とかそういったものにはたくさんお金を使いました。そして着るものもそうですね。加賀友禅というすごく手間がかかる非常に難しい技術を使って美しい着物を作ります。そして工芸品もそうですね。例えば九谷焼というような有名な焼き物がありますけど、その九谷焼もよく見られるものはいろいろな色を使っていて、とても華やかで豪華な印象です。なので、私は石川県、特に昔の地名の加賀と聞くと豪華絢爛という言葉が思い浮かびます。で、現在はどうかというと、大名とかお金を持っている人たちとかが住んでいたそのエリアの建物が今残されていて、現在は観光地になっています。先週私が行った武家屋敷跡というところもその一つです。以前武家の家が集まっていたエリアで、彼らは本当にいい材料を使って素晴らしい庭と素晴らしい家を作りました。それが現在でも残されています。
今でも家として住んでいるものもありますし、また観光地として一般に公開されているところもあります。もう本当に素晴らしかったです。特に私が感動したのは庭です。庭の美しさ、もしかしたら日本で一番かもしれません。その庭はある一箇所の庭が美しいだけではなくて、もう本当にそれぞれの家の庭、そしてそれぞれのお店の庭が全て素晴らしいです。とても細かく整備されていて、そして苔とか池とか花、木など全てがしっかり管理されていて、本当に美しいです。特に週末は雨が降っていたので、その庭の緑の美しさが余計に際立って本当に感動しました。あんな風に綺麗に管理された美しい日本庭園がいくつもある場所っていうのは珍しいと思います。そのようにね、金沢市というのは比較的昔からずっと発展してきた、人が住んで商売をしてっていう、そういう地域ですね。そして金沢市から車で20分から30分ぐらい行ったところには、日本三霊山の一つ、白山があります。日本三霊山というのは日本人の山岳信仰の対象となったとても有名な神聖な山です。三霊山の一つは皆さん絶対知ってると思います。はい、富士山です。三霊山は富士山、立山、そして白山です。なので金沢は本当に町ですね。家がたくさんある、そういうとこですが、車でちょっと離れるとそういった素晴らしい自然風景があります。現在この白山は世界ジオパークに指定されています。ジオパークというのは地質の世界遺産と言われている、そういった特別な場所です。登山をしたりサイクリングをしたり、また冬だったらスキーをしたりと、そういった山のスポーツも楽しめますし、またもちろん山岳信仰、お祈りをするような場所でもあったので、そういった神聖な場所もたくさんあります。また金沢から日本海の方に行くと能登半島があります。能登半島は日本海に突き出した、日本海に面した半島です。この能登半島で皆さんがもしかして聞いたことがあるかなという場所は輪島です。輪島といえば輪島塗が有名です。輪島塗というのは漆器の一つです。これも伝統的な技術を使ったものです。とても美しい器ですね、食器とかを作るような、そういった場所です、輪島。それからお米もとても美味しいので、この能登半島にはお米を作る場所がたくさんあります。中でも有名なのが棚田です。棚田というのは山に作られた田んぼで、そこで米を作ります。でも山なのでそんなに一つの面積は広くないですね。小さい田んぼをまるで階段のように、棚のように作っていきます。その様子を下からまたは上から眺めると本当に美しくて、特にね、写真が好きな方とかはそこへ行って写真を撮ったりします。そして能登半島は何といっても日本海に近いですよね。日本海に突き出している形ですから、そこで採れる海産物は本当に新鮮で本当に美味しいです。10年以上前に私は友達と一緒に輪島、能登半島の輪島のあたりへ旅行したんですが、もうどこへ行っても海鮮が新鮮で美味しいです。そして輪島で有名だったのは輪島の朝市です。朝市というのは朝に開かれるマーケット、朝に開かれる市場です。そこは一般の観光客も行くことができて、新鮮な魚とか加工した海鮮の食品とか野菜とかいろいろなものが販売されて、一本の道の両側にそれぞれ個人の方が売っている店がずらーっと並んでいる、そういった朝の市場ですね。輪島の朝市、そこも行きました。本当に楽しかったです。ただね、本当に残念なことに今年の1月
に発生した地震、そしてその後の豪雨によってこの能登半島のエリアは大きな被害を受けました。私が以前行ったその輪島の地域も本当に被害が大きくて、朝市が開かれていた場所は火事も発生してしまいました。地震が発生したのは1月で、今は11月、もう10ヶ月経ちましたが、まだなかなかそういった場所をね、元通りに戻るのは難しそうですね。まだ時間が必要みたいです。で、先週私が行ったのは金沢市と白山市です。この金沢市と白山市は能登半島からは少し距離があって、その地震とか豪雨の影響はほとんどなかったようですね。なので先週私が行った時、金沢の駅の周辺とかは全くそういった被害の様子は見られませんでした。外国人の観光客もたくさんいて、とてもにぎわっていました。そして白山市の方はやはり大自然が魅力的ですよね。今回は実はサイクリングイベントの PR 宣伝のお仕事のために行ったんです。そのサイクリングのイベントはね、本当に残念ながら大雨のために中止になってしまったんですが、その後バスで本来自転車で走る予定だったところを見せていただきました。美しい滝があったり、また北陸新幹線が上から間近で見られる特別な施設があったり、また川沿いのね綺麗な道があったり、本当に魅力的な場所だなって思いました。そのイベントの翌日には友達と一緒にその辺りをドライブしました。友達が連れて行ってくれたんですが、姫神社という神社がありまして、姫神社と聞いて私が最初に思い浮かんだ漢字はお姫様の姫ですね。プリンセスの姫ですが、実はその姫ではなくて、比較するという比と、あとは目は羊という字が入っています。姫、ちょっとね普段使わない漢字ですね。比較の比は使いますけど、姫神社の目の字は私は初めて見ました。これで姫神社と読みます。この神社もとても歴史が古い神社です。神社の中には樹齢何百年もするような木々が立ち並んでいて、そして苔も美しく残っていて、で、森の中にあるとても広い神社なので空気もいいですね。本当に歩いていて気持ちが良かったです。で、その白山の姫神社でお参りをした後に近くのお蕎麦屋さんで蕎麦を食べました。この蕎麦もね、白山辺りの有名なものだそうで、本当に美味しかったです。そのように楽しく過ごした3日間、週末の石川県滞在でした。今回のこの滞在で特に印象的だったことですね。もちろん金沢市の武家屋敷跡とか庭園とか白山の大自然とか、そういったものも印象的だったんですが、やっぱり能登地震に関することがとても印象的でした。それは何かというと、街の中に能登支援とか応援消費というそういった文字が書かれたステッカーとかポスターとかがたくさんあったことです。今回私が見た範囲だけだったら、ほとんど全部の店にそのステッカーとかポスターが貼られていました。本当に金沢市、白山市の人たちも能登を支援したい、頑張れって応援してるんだなっていうことがよく伝わってきました。例えば私が白山市で行ったお蕎麦屋さん、その店では普通のお蕎麦のメニューの他に能登支援メニューというのがありました。そのメニューを注文すると売上の中から500円が寄付されます。それで私と友達はその能登応援メニューを注文しました。食べ終わった後にお会計を全部済ませたら、店員さんが私たちに500円を渡してくれました。そしてそのもらった500円をお店にある募金箱に自分で入れました。この方法は本当にちゃんと募金されたんだなということが目に見えてわかるので、とてもいい方法だなと思いました。それから雑貨店とかお土産屋さんでも
応援消費とか能登支援というステッカーたくさんあって、例えば能登の材料を使ったものとか、能登の会社が売っているお菓子とか、そういったものがたくさん並べられていました。なので私もそういったお店で能登に関連するものをいくつか購入しました。実は今食べているこのお菓子も新幹線の駅のお土産屋さんで購入しました。これもね、能登で作られているお菓子、能登の会社のお菓子です。その他にもピアスを購入しました。このピアスは能登の地震で割れてしまった九谷焼という焼き物の破片を加工して作ったものです。この上の部分がもともと九谷焼の器だった部分で、この部分を漆で接着して、そしてこの下には真珠がつけられています。淡水真珠がねつけられています。このようなねちょっとデザイン性のあるピアスです。それから能登の材料を使ったものも購入しました。こちらのこのかわいい2人かわいいですよね。こちらは能登の特別な土、珪藻土と呼ばれるそういった土を使った商品です。この会社の本社は金沢にあるんですが、彼らが作っている商品の材料は能登のものということで、この商品を購入することでその能登の珪藻土を作っている会社、またはその珪藻土を輸送している会社などの支援にもつながるかなと思って購入してみました。こちらの商品は何かというと、靴箱に入れるものです。靴箱の中の湿気とか匂いを取ってくれる商品です。珪藻土というのはここ数年私はよく聞くんですが、水分とか匂いとかを素早く吸収する、そういう効果がある土です。一番よく見る商品はやっぱりコースターですね。コースターというのはこういったコップの下に敷くもの、このコースターですけど、このコースターが珪藻土でできている場合は、例えば冷たい飲み物を飲んでいる時に水滴が垂れますよね。で、下が濡れるという状態になりますが、珪藻土が素早く水分を取ってくれるので、ここが常に乾いた状態で快適に飲み物が飲めるといったそういったもので、これは靴箱用の除湿剤です。もう可愛いですよね。この顔がねいろいろ違っていて、この子は目だけなんですが、この子はちょっと笑ってるような感じの顔ですね。この見た目も可愛いなと思って購入しました。で、今回私が行ったのは金沢市と白山市だけなんですが、多分他の地域でも同じように能登支援とか応援消費といったそういったキーワードでお店でね能登のものを販売して応援しようっていう取り組みが行われているんじゃないかなと思います。単純に寄付するのももちろん素晴らしいですけど、普段の生活の中で何か買う時に能登のもの、能登に関連するものを買うというそういう選択も素晴らしい支援の方法だなと思います。一つ一つはね数百円とか数千円といった小さな金額ですけど、でもみんながそれをすればすごく大きな力になりますよね。今回のね石川県の地震は本当に大変な被害がありましたが、日本は自然災害が本当に多い国です。地震、台風、大雨、そして火山活動などの影響で毎年のように大きな被害を受けている地域があります。その被害の範囲は大きかったり小さかったり様々ですけど、でもそこで生活している人たちはやっぱり個人的な大変な経験をそれぞれしていますよね。家が壊れたり、仕事を失ったり、また誰か亡くなったり、そういった経験をしている方がたくさんいます。でも日本はそうやって自然災害が多いですけど、いつも粘り強く片付けて、粘り強く建物を修復して生活を整えて一歩一歩復興してきました。今回私はね縁があって仕事のために石川県へ行きましたが、本当に能登の地方の方たち大変な生活をしているんだなと想像しますし、
また石川県の他の地域の人たちも一生懸命そのことを考えて支えているんだなっていうことを改めてね、こう街を歩いていて実感しました。来年もね、また機会があればぜひ石川県行ってみたいなと思っています。遊学班の開催場所としてもいいんじゃないかななんてちょっと考えています。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。みんなと一緒にね、石川県行くっていうのも楽しそうだし、いいんじゃないかなと思っています。はい、それでは今日のあれこれラジオはここまでです。今日は石川県についていろいろ話をしました。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバイ。